ねねの生涯。どうする家康に学ぶ日本史。淀君と本当に対立したのか。ねね北の政所は豊臣秀吉の正室だが、秀頼を生んだ淀君と対立したとされている。そしてねねは関ヶ原の合戦では徳川家康に加担したため、ついに豊臣家は滅亡したとも言われている。本当にねねは淀君と対立したのだろうか。また対立したとすれば、それは何が原因だったのだろうか。ねねの生涯を詳しく見ていこう。ねねは1549年、杉原定俊の娘として生まれたが、両親が早くに亡くなったために、父親の姉の嫁ぎ先で、織田信長の家臣浅野長勝の養女となっている。長勝は織田家の弓衆頭で、子供がいなかったためにねねは大切に育てられた。1561年永禄4年、ねねは14歳で織田家の足軽であった25歳の木下藤吉郎、後の豊臣秀吉と結婚している。ねねは最初は隣の家のイケメン前田利家が好きだったが、利家は松と結婚する。その後、藤吉郎の気さくで頭の回転が速いところがねねは気に入ったようである。結婚した藤吉郎とねねだが、なかなか子供ができなかったために、尾張出身の加藤清正や福島正則を養子にしてねねが育て上げた。やがて藤吉郎はめきめきと出世して、織田軍団内で頭角を現し、羽柴秀吉と名を改めている。ねねは秀吉が出世しても気取らず、次女たちの前でも秀吉と尾張弁で夫婦喧嘩をする気さくな女性で、家臣たちには人気があった。浅井氏との戦いで手柄を立てた秀吉は、長浜城主となると旧浅井氏の家臣など近江出身者を多く取り立てている。後に御奉行として活躍する石田三成、長塚正家、真下長森などは近江出身者である。近江商人で有名な近江出身者は経理に明るく、帳簿の技術なども持ち合わせていた。そのために織田信長の死後に秀吉が天下人となって世の中が太平へと傾くと、武断派の武将よりも官僚タイプの近江人が重用された。さらに秀吉の側室であった淀君が秀頼を出産すると、旧浅井家の姫であった淀君のもとに石田三成を中心に近江出身者が集った。淀君の秀頼出産については諸説あるが、近年では淀君の乳母大蔵卿の局の子の大野春長が父親だと言われている。跡継ぎのいない秀吉の後任で、淀君と大野春長の間に生まれたのが秀頼であるとされている。当時は側室が嫡男を産んだとしても、法的には正室の地位は絶対的であった。そのために淀君は500人とも言われる次女の多くを近江出身者で固めてねねに対抗する姿勢を示した。ねねは秀吉が関白に任官されると、北の政所の称号を与えられ、11位に叙任されている。
近江出身者以外の武将たちはネネを頼って自然とサロンを形成したため、豊臣家臣団内での対立が先鋭化していく。年老いた秀吉はやがて無謀な朝鮮出兵を命じ、全国の大名たちから不評を買った。病床についた秀吉は1598年慶長3年、家康に秀頼の後見役を頼んでこの世を去る。しかし秀吉の死後、豊臣家臣団は武断派の加藤清正、福島正則らと石田三成、長塚正家らの文官派の対立が激化する。石田三成ら文官派は淀君と秀頼を盾にとって権力を握ったために、加藤清正らは家康を頼った。ネネは豊臣家の育成を考えてできるだけ政治から距離を置こうとしたが、状況はそれを許さなかった。家康は出家して高大寺に移ったネネのもとをたびたび訪れた。ネネは家康と話をするうちに家康の誠実さに感銘するとともに、秀吉亡き後、豊臣家が天下を治めることは難しいと思い始める。そして織田信長の死後、織田家が一大名となったように、家康に頼って豊臣家は一大名として生き残ればいいとネネは考えた。関ヶ原の合戦が迫ると、ネネは加藤清正や親族の小早川秀明に徳川家康に組みするように助言している。その結果、秀吉の死後2年目に勃発した関ヶ原の合戦では、小早川秀明の裏切りで家康が勝利する。結局、淀君と秀頼は大阪城を出て大和へ移封するという家康の案を受け入れはしなかった。1615年慶長20年、大阪夏の陣で淀君と秀頼は自害して、豊臣家は滅亡し、ネネの豊臣家の存続という夢は儚く消え去った。ネネと淀君は結果的には対立したが、どちらも豊臣家の存続を心の底から願っていたのである。夫の秀吉と共に一代で作り上げた豊臣家であったが、ネネは最後は救いの手を差し伸べることもできずに、呆然と眺めるだけしかできなかったのである。ネネは高大寺で1624年寛永元年、77歳で逝去したが、その脳裏にはいかなる思いが去来したのだろうか。